こんばんは、MC バークです。カリフォルニアツーリングを通じてアメリカを実際にツーリングしてみたいっていうようなコメントをちょいちょいもらっているので、今回はそういった方々に役に立つ情報を一つの動画にまとめてみようと思いますね。で、コンテンツとしては大きくは4つですね。まず1つがバイクの借り方。ざっくり言うと2つ方法があるんで、それについて説明しますね。で、2つ目が旅程の組み方、スケジュールですね。一体1日何キロぐらい設定したらいいのか。あとは宿探しのコツなどですね。それについて説明します。で、3つ目。ここからは実際に外出ますね。バイクに乗ります。実際にアメリカをバイクで走る上で気をつけることとかについて述べていきますね。で、最後が4。4はね、ただの豆知識とかですね。で、動画の内容的に若干いつもより長くなるとは思うんですけれども、一応チャプター振っておくんで、好きなところから途中からですね見ることもできるようにしてあるんで、好きなように、見ていただいて結構です。で、最初に言っておくと、僕は今カリフォルニアにいます。なのでこれから話す内容はあくまでカリフォルニアとその周辺ぐらいをツーリングする。周辺っていうのは隣のネバダだとか、あと上行くとオレゴンとかかな、そのあたりをツーリングする内容にフォーカスしてますんで、例えば東海岸の方はちょっと僕詳しくないので今回は割愛します。はい、じゃあ早速チャプター1いきましょうか。バイクの借り方。僕がいるこのカリフォルニアを起点としてツーリングをスタートするっていう風に考えた場合は、だいたいロサンゼルスかあるいはサンフランシスコのどっちかから始まると思いますね。で、その際に、レンタルバイクをする方法としては、パッと検索にかかるのは2つあると思います。1つがイーグルライダーっていう会社ですね。これはレンタルバイク屋さんです。これはちゃんとしたレンタルバイク屋さんで、この間カリフォルニアツーリングを友達とした時に友達がハーレーを借りたお店ですね。でね、バイクのラインナップは基本的にハーレーが多いんですけども、ちゃんと他のバイクもあるし、あと保険もちゃんとありますね。で、ここの何よりのおすすめポイントは乗り捨てができるってことですね。店舗がアメリカの、全部ではないんですけども、いろんな州にあるし、なんなら外国にもありますね。南米とカナダにもあったような気がしますね。なので必ずしも借りたお店で返さなくても OK です。そういった意味で結構使いやすいんで、初めてレンタルバイクをしてアメリカ走りますっていう人には結構おすすめですね。ただしネガティブな面としては高いですね。もちろんバイクにもよります。ただこの間の友達の例で言ったら、ハーレーのロードキングっていうのを5日間レンタルしました。その時に保険込みでかかった金額が1380ドルですね。為替によって、日本円でいくらかっていうのは変わるんですけども、今だとだいたい19万円ぐらいですね。言葉だけだとちょっとイメージつかないと思うんで、実際にホームページ行ってみましょうか。はい、まずは普通にカリフォルニアでバイクを借りた場合の、これ検索結果ですね。一番最初に出てくるのがこのイーグルライダーですね。ここが、友達が使ったところですね。では見てもらって分かる通り、ほとんどハーレーですね。ハーレーがたくさんありますね。一応他のバイクもあります。最後の方行くと多分出てきますね。はい、こんな感じ。GS もあるんですよ。GS もあったり、エンデューロバイク、スポーツバイク。あるにはあるんですけど、ほとんど、この検索結果の1から4のほとんどがハーレーですね。で、値段はここに書いてありますね。224ドル1日。249ドル1日。高いですね。ここに保険とか加わってきますからね。それで友達はこの間1380ドルかかってましたからね。で、お店は、サンフランシスコにもあって、ロサンゼルスにもありますね。で、さっき言ったように、他の州にもあるはず。出てこないですね。多分位置情報入れたからだな。カナダにもあるし、多分ね、メキシコの方にもあったはず。で、検索の方法は簡単ですね。例えば、サンフランシスコにしましょうか。サンフランシスコをスタートして、8月の1日から金曜日5日まで借りたいです。ってなると、こんな感じで、その時に空いてる在庫が出てきますね。この期間だとハーレーより他のバイクの方が多いですね。で、価格帯としては見てもらって分かる通り、124から220、高いな、249もありますね。で、友達がこの間借りたのがこれですね。199ドルのロードキングでした。さっきも言ったように、乗り捨てができるんで、お金に余裕があればね、選択肢として十分考えられるんですけれども、当然ね、そこまで出せないよって人もいっぱいいると思います。僕もこんなにね、レンタルバイクにお金出せないです。で、一応そういった場合の選択肢としてもう一個あるのが、
ライドシェアっていうサイトですね。これはね、あと2番目に出てくるのがライドシェアですね。これね、レンタル会社じゃないです。レンタル会社じゃなくって、借りたい個人と貸したい個人をつなぐプラットフォームですね。だからここで検索して出てくるバイクは全部こう個人が所有してるバイクですね。個人がこのバイクレンタルで使っていいですよっていう風に、リストアップしてるバイクが出てきます。さっきと同じようにサンフランシスコで行きましょうか。8月の1日から5日。やるとこんな感じですね。でね、ここのいいところはもう見てもらって分かる通り、めっちゃ安いんですよ。1日64、75ドル、95ドル、108ドル。ハーレーでもですよ。ハーレーでも108ドルですからね。で、いろんな個人がいるんで、バイクの種類もたくさんあります。で、価格帯も結構抑えめな感じで。僕、ごめんなさい。ここ使ったことないんですけども、僕がもしレンタルバイクするとしたら、間違いなくこれ使いますね。イーグルライダーはちょっと高すぎるかな。でね、プラットフォームなんですけども、このサイト自体が提供してる保険もちゃんとあるんで、その点も安心ですね。で、例えば、トライアンフ行ってみましょうか。ここが詳細ですね。はい、ここに合計金額が出ますね。これのね、もう一個いい点がね、ここにギアアベイラブルってあると思うんですけどもね、人によってはヘルメットとかジャケットを貸してくれてるところもあるんですよ。あと、ハーフヘルメットが1日5ドル。ジャケットが20ドル1日。装備については、普段から使い慣れてる装備を使った方が僕個人的にはいいと思うんですけども、持ってくるのがめんどくさいとか、ヘルメットとか持ってくるの大変ですからね。めんどくさいとか、荷物に入らなかったって場合でも、一応ヘルメットは貸してもらえるみたいです。これが貸す個人の方で、今まで借りた人のレビューとかもあるんで、これ見て、この人いいな、この人ダメだな、っていうところも判断材料になりますね。じゃあ、イーグルライダーよりこっちの方がいいじゃないかってなるかもしれないんですけども、必ずしもそうではないと僕思ってて、なぜなら、おそらくですけども、この借りた個人に借りた同じ場所に返却しなきゃいけないと思うんで、乗り捨てできないと思います。多分ね。で、乗り捨てしないツーリングコースの設定ができれば、それはそれでいいと思うんですけども、アメリカ広いですからね。一回、どっか遠くまで行ってまた帰ってくるって結構大変ですからね。その点でやっぱね、乗り捨てができるっていうイーグルライダーの利点は、なかなかね、超えられないですね。一方でこれは個人に返すので乗り捨てができないっていうのと、あともし抹出をする場合、2人3人で抹出をする場合は、この貸し手の個人が2台3台って持ってりゃいいんですけども、最悪の場合、ここにいろんな借り手の位置情報が載ってますけども、人数分いろんな場所に回んなきゃいけないっていうパターンも考えられますね。それめんどくさいと思います。借りるまでが。返すときも一緒ですよね。人数分別の場所に返しに行かなきゃいけないっていうのがあると思うんで、確かに値段も安いし、装備も借りられるんですけれども、ちょっと使い方は悪いかなって思います。一人だったら全然ありかな。はい、こんな感じですね。これらが、アメリカでバイク、というかカリフォルニアでバイクを借りる、大きく分けた手段2つですね。でね、選ぶバイクについて話すと、これは基本的に個人の自由だと思います。好きなバイクを借りたらいいと思うんですけども、で僕も今アメリカに1年いて、いろいろツーリングしました。多分ね、1万キロぐらい走ってますね。そういった経験からアドバイスがあるとしたら、クルーズコントロールがついているバイク。で、ある程度タンク容量があって、長時間乗っても疲れないバイクがいいと思いますね。GS がいいかなって思いますね。もちろんね、設定するツーリングのコースによってはその限りではないとは思いますが、例えば砂漠地帯に行きたいってなると、僕だったらたとえお金もらってもやらないですね。やりたくないです。危ないですね。先週なんですけど、キャンツーに行ってきました。長いツーリングに行ってきて、でその時に I-80 っていうインターステートハイウェイがあるんですけども、I-80 を通ってユタ州からネバダに向かっていた時がね、これ最悪でしたね。ユタからネバダの区間ってもうずっと砂漠で何にもないまっすぐな道なんですよ。しかも一部区間は制限速度80マイル。でむちゃくちゃ速いんですよ。多分ね、130キロちょっとだと思います。もうさらに最悪なのが、区間によっては100マイル以上ガソリンスタンドがないんですよ。休憩所もガソリンスタンドも何にもないのが100マイル以上ありました。真夏の砂漠です。真夏の砂漠をもう何時間もまっすぐ走り続けるのね、ほんと辛いですよ。GS だから、なんとか通り抜けられたんですけども、他のバイクだったら多分途中でガス欠になって真夏の砂漠のど真ん中で死ぬ思いしてるところでしたね。なのでルートを見直してみて、長いことまっすぐな区間を走る、あるいは砂漠の区間を走るっていうんだったら、ツーリングに特化したバイクが僕はおすすめです。はい、じゃあチャプター2、旅程の組み方、スケジュールの組み方ですね。
これについては、このコースを取るのが正解っていうのは特にないんで、皆さんの全然自由だと思います。これもね。ただおすすめがあるとすれば、サンフランシスコからロサンゼルスまでハイウェイ1と101を通るルートですね。これは僕が今挙げてるカリフォルニアツーリングで最初の方に通ってた道ですね。海沿いを通る高速道路で、景色がめちゃくちゃ綺麗です。あとね、途中でね、ビッグサーっていう山のエリアも通るんで、道も直線のまっすぐだけじゃなくて、たまにくねくねしてたりしてね、結構走って楽しいんですよ。で、しかも観光道路なんで、ガソリンスタンドとかホテルにも困ることはないと思います。ちなみに、サンフランシスコからロサンゼルスって言いましたけど、全然逆でもいいです。ロサンゼルスからサンフランシスコでもいいんですけども、ただアメリカ右側通行なんで、サンフランシスコからロサンゼルスに向かうルートだと、海沿いの車線を通ることができるんで、僕はどっちかといったら、北上するよりかは、北から南、ロサンゼルスから、サンフランシスコからロサンゼルスに向かうルートの方が僕はおすすめです。で、あと、旅程を組む上での僕からのアドバイスがあるとすれば、1日の移動距離は250マイルから300マイルで設定するといいと思います。キロだとだいたいね、400キロから480キロぐらいですね。で日本にいた時僕はだいたいね、1日300キロぐらいが最適な1日の移動距離だったんですけども、この国ね、でかいんで、1日300キロだとなかなか前に進まないんですよ。例えば、朝8時、9時からツーリングスタートしたとしたら、多分ね、昼過ぎには300キロ終わってますね。なので、だいたい250マイルから300マイルぐらいがちょうどいいと思います。で、宿ですね。宿は僕の場合ね、ホテル、モーテルに泊まる場合は、Booking.com で探しますね。Booking.com ね、ヨーロッパツーリングに行った時も使ってましたし、あと日本にいた時も普通に使ってました。で、今アメリカにいる時も、使ってます。特別なんか理由があるわけじゃないんですけども、アプリがすごい使いやすいので、ずっと使ってますね。でね、アメリカの場合は、たとえ安い宿でも、だいたいタックスとか含めて100ドル前後になると思います。高いところだともうそれこそ青天井ですね。だいたい1つか2つベッドがついた1部屋料金なので、1人で泊まるとちょっと割高ですかね。で一方で、キャンプ場の場合は僕ね、Booking.com じゃなくて Google マップを使って探してます。Google マップでだいたい夕方ぐらいに着く街に合わせてキャンプ場っていう風に検索をかければ、たくさん出てきますね。実際やってみましょうか。はい、これが、カリフォルニアです。で、隣がネバダ、ユタ、アリゾナ、オレゴン。で、例えば、じゃあサンフランシスコから、ロサンゼルスまでのルートに今回はしてみました。っていう風にしてみましょうか。仮にね。だいたい300マイルだと、多分この辺、モントレーぐらいまで行けるはず。もっと行けますね。モロベまで行けるかもしれないですね。232。気持ちもうちょい行ける気がするんですけど、この辺で、仮にじゃあモロベのあたりでキャンプ場を探したいってなったら、モロベに位置を合わせて、キャンプグラウンドって検索してもらうと、こんな感じでバッて出てきますね。で、これで、だいたいレートが良さそうなやつを選んで、で、より詳しく検索しますね。より詳しくっていうのは、値段を調べたりですね。Booking.com っていうかホテルとかと違って、キャンプ場ってね、値段を調べるのが結構大変なんですよ。なんで、そういった場合僕は、レビューを読み込みますね。たまに、質問、いくらぐらいかって質問してる人もいますし、あとは、キャンプ場の名前をコピペして、Google 検索して、で、出てくる情報を見てみる。そういった結構古典的なやり方でしか値段調べられないですね。で、値段の話、せっかくしたんで、もうちょっと詳しく話すと、だいたいね、キャンプ場っていうのは、10ドルから20ドルぐらい。多分ね、20ドルも出せばシャワー付きのキャンプ場もありますね。てか、ありました。し、シャワーがなかったりしても、無料のキャンプ場も結構あるんで、長旅する場合は、キャンプツーリングっていうのを考えてみてもいいと思います。さすがにね、キャンプ用品全部持ってくるっていうのは、現実的じゃないと思うんで、難しいと思うんで、持ってこれるものだけ持ってきて、あとはこっちで買って、で帰国時にどうだろうな、捨てる、ちょっともったいないかな、捨てるか、あとは寄付するかするのと、あるいはホテルモーテルにずっと泊まり続けるっていうのと、どっちが安いかっていうのを、比べてみても、長旅の場合はね、比べてみてもいいと思います。はい、じゃあ、次パート3じゃないチャプター3、いよいよ行動ですね。行動に実際に出てバイクに乗って、実際に外を走る上で、注意点、あとはコツとかですねについて、ご説明します。
で、最初に言ったように、僕が今いるのはカリフォルニア州で、州によってちょっと法律が違うんで、あくまでですね、カリフォルニアの、法律に基づいて話しますね。はい。じゃあ、とりあえずここまでお疲れ様でした。